皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカと中国との闘争について取り上げようと思います。ここ最近の中国という意味では、莫大な不良債権を抱え、それに伴う内需の冷え込みといったものが、経済成長の大きな重しとなって、デフレ経済へと突入するかもしれないという状況になっています。そのため、10年も前であれば、いずれはアメリカを追い抜くんだという声さえあった中国が、その夢は果たされないかもしれません。しかし、そのような状況であったとしても、中国はアメリカを意識して軍拡をひたすら突き進み、空母艦隊や潜水艦の建造などを進めています。大陸国家だった中国が外洋へと出ようとしているわけです。また、現在では様々なところできしみが発生している巨大経済圏構想一帯一路についても勢いは失っているものの、彼らの目指しているのがアメリカを中心とした経済システムを中国を中心にしようという覇権を目指す動きがあったことは間違いありません。そのようなこともあって、アメリカは中国の動きを非常に強く警戒しています。この中国を警戒する動きは、激しく対立するアメリカの二大政党、民主党、共和党、それぞれにおいても共通認識となっています。今回はそのような両党の合意する形で中国系の SNS ツール TikTok の騒動について取り上げようと思います。アメリカ超党派 TikTok 禁止法案が下院通過、バイデン氏成立支持、トランプ氏は反対。アメリカ下院の本会議で中国系動画投稿アプリ TikTok のアメリカ内での利用禁止を可能にする法案を賛成352、反対65の圧倒的多数で可決した。今後上院で審議される。TikTok をめぐっては中国に個人情報が流出することなどへの懸念から超党派で安全保障上の脅威との認識が強まっており、11月の大統領選に向けた論点の一つにもなりそうだ。法案は中国共産党に関する特別委員会の共和党のギャラガー委員長らが超党派で提出した。TikTok の親会社バイトダンスは共産党の管理下にあるとし、TikTok に対してアメリカの事業を非中国企業に売却することを要求。これに応じなければ TikTok のアメリカ内での配信を禁じるなどとしている。TikTok は中国が利用者データをアメリカへの諜報活動に利用することはできないと主張し、事業売却を否定している。TikTok はアメリカで若者に高い人気がある。利用者の表現の自由を侵害する懸念などから禁止には異論も根強く、上院での審議の行方は不透明だ。民主党のバイデン大統領は選挙活動に TikTok を活用する反面、上院を通過すれば成立に必要な署名をすると述べ、法案支持の姿勢を見せている。これに対し共和党のトランプ氏は下院採決に先立ち TikTok を禁止すればメタが運営する交流サイト Facebook を利することになるとして法案に反対した。トランプ氏は在任中対中包囲網強化の一環として TikTok 排除を目指していたが立場を大幅に転換させた形だ。トランプ氏は落選した2020年大統領選でメタが不正に加担したなどと主張し、メタの最高経営責任者のザッカーバーグ氏を敵視している。選挙戦ではバイデン陣営がトランプ氏について根拠のない不正主張に固執して対中安全保障を危険にさらそうとしているなどと主張する展開も予想される。これに対する中国の反応、中国政府完全に強盗の論理と反発。アメリカの下院議会が TikTok の使用を禁止する法案を可決したことについて、中国政府は完全に強盗の論理だと強い言葉で反発しています。中国外務省の汪文斌報道官は次のように述べ、強く反発しました。他人の良いものをあらゆる手を使い、自分のものにしたいというのは完全に強盗の論理だ。もし国家の安全を理由に他国の優秀な企業を恣意的に抑圧するのであれば、何の公平性も正義もない。また、アメリカ議会が中国政府への情報流出などの問題を指摘したことについて、TikTok が国家の安全を脅かす証拠は何も見つかっていないにもかかわらず、国家の安全を乱用して抑圧していると反論しています。他に中国商務省の報道官は、他国の企業に対する不当な弾圧をやめ、あらゆる国の企業がアメリカで投資活動をするための公正公平で差別のない環境を提供すべきだと指摘。中国側は必要な措置を講じて合法的な権益を断固として守ると反発を強めています。
この話、ポイントがかなりたくさんあって、しかもこれまでちょっと取り上げてこなかったので、ぎゅっとひとまとめにしなければならないので、一つ一つのポイントについてはちょっと省略しながらお話をしていきます。まず最初に、中国系のアプリがアメリカでサービスを展開していて、情報が抜き取られるのではないかといった問題は何も妄想の話ではなく、中国の国内法において、中国企業は中国共産党の命令があれば、その命令に従ってありとあらゆる情報などを中国政府に提供することが義務付けられ、それに反するようであれば、そのような企業は完全に取り潰しになるかもしれないというかなり恐ろしい状況にあります。もちろん企業側の方としてはそんな感じで中国共産党に対する協力を拒否して会社経営が成り立たないというのであればやっていけないわけですから、基本的には命令に従わざるを得ないでしょう。それは企業経営者がどんなに否定したとしても、そう中国の法律がなっているんだからそう考えるのは当然じゃないかというのが中国以外の国の考える普通のことだと私は思います。しかし、たとえそうした中国の法律があったとしても、こうした中国系のサービスの企業経営者らは何かあれば中国政府に協力してデータを全部渡してしまうんでしょと言われたとしても、はいそうですと認めるわけがありません。そのようなことをすれば結局のところ自分の普段のサービスを誰も信用してくれないわけですから、そう言わざるを得ないわけです。たとえ普段から会社経営の中に中国共産党の人間が中に入り込んでいたとしても、そう言わざるを得ないわけです。そして今回の TikTok の禁止についても、超党派の人たちが賛成したのには一つ前段階での出来事があります。それはアメリカの議会がどうやら TikTok の使用禁止か、もしくは中国企業から完全に資本分離するような形での売却を求めるようだという話が出た時に、 TikTok 側がこれに反発し、サービスアプリ内において反対する人はどうか抗議の声を上げてくださいと呼びかけを行いました。そのアプリの中での問いかけというものが直接的にアメリカの議員たちの事務所へとつながるような形になっていたがために、抗議しようという人たちが実際に電話をかけまくるといった事態が発生したのです。このような事態を目にしてアメリカの議員たちはむしろ警戒感を強めました。なんだやっぱり TikTok 側の動きによってアメリカの国民が動かされるじゃないか、影響力が強いではないかと強烈にその危険性を身に染みるようなことになったからです。ちなみにアメリカの議会において現在下院では共和党が多数派で、上院では民主党が多数派です。今回下院においてトランプ氏が反対しているにもかかわらず、それでもなお共和党民主党を合わせて圧倒的多数で賛成したというのは、アメリカの議員たちが中国に対しては警戒感を非常に強く持っている、これは党派を超えた超党派の動きだということを指し示しています。ただ記事の中でも触れられているように、上院においてどうなるかは分かりません。これは中国に対しては警戒感は強いというのはあるのですが、同様にして果たしてアメリカの表現の自由とどう兼ね合いをつけるかといったところで議論を尽くすべきだという人たちが多いからです。これは上院の方が民主党議員が多く、それらの人たちがこうした権利問題について厳しいと言われているからです。ただバイデン大統領がもしも法案が成立するんだったら自分は署名して TikTok の売却に賛成するよというのですから、その影響力は少し強めに出てくるはずです。そして次のポイントは中国側の反論についてです。私はこのような中国側の反論を聞いて何を言っているんだとかなり呆れました。というのも中国側は自由なサービスを展開させろと自分たちの主張を述べているわけですが、同時にじゃあ中国はどうなんだという話になるわけです。例えば中国国内においてはアメリカ系企業のサービスがそもそも排除されています。通常のサービスとして例えば YouTube の動画が見られないといったことやありますし、その他アメリカ企業の展開するサービス類などは中国国内では標準的には使用できません。抜け道はあるのですが、多くの人たちがすんなりとは使えない状態になっているわけですから、自分たちの方はサービスを拒否しておいて、検閲等も含めてグレートウォールと呼ばれるようなネット検閲を常時張り巡らしています。そのような中国が自分たちの方は棚に上げてアメリカにだけ自由に何でもさせろというのは、これは不当な主張だと私には思います。そして次のポイントはアメリカと中国の話なわけですが、日本はじゃあどうなのかという話へと続きます。今回アメリカの
会員において中国資本から切り離すような形で事業を売却せよと迫った、その理由として言われているのが安全保障問題です。こうした安全保障を理由とした民間企業への規制のようなものは日本では全くできていないのが現実です。これは中国企業ではないのですが、日本では SNS サービスの LINE と韓国のネイバーとの間における資本関係が大きな問題となっています。それは LINE は日本では普及しているわけですが、そのデータなどが韓国企業を通じて中国のデータサーバーなどに置かれることによって結局中身を全部筒抜けなのではないかといった問題が常に付きまとっているからです。これに関してもアメリカと同様にしてもう韓国や中国との資本関係を切りなさいといったような命令ができるかといえば、そういった法律の裏付けをもって命令する体制といったものが今の日本にはないと言われています。あったとしても政府がそうした動きをするかどうかといった問題もあるわけで、そもそも手段がないのだからやりようがないという現状は、日本ももっとアメリカの対中政策で見習えるべき点はどんどんと採用すべきでしょう。もちろんアメリカと同様にして表現の自由問題と安全保障問題の兼ね合いどうするかといったところは議論しなければならないとは思いますが、今は議論することすらもできず、安全保障問題がほったらかしになって中国や韓国のサービスを丸々受け入れざるを得ないという状況は、政治家が法律などを作って対応すべき話だと私は思います。もっともっと日本は今のままではダメだという危機意識を持つことが私は重要だと思います。というわけで今回の動画はここまで。アメリカにおいて TikTok のアメリカ事業の売却といったことが促される方向へと話が進んでいます。中国はこれを批判しているわけですが、中国にこれを批判するような資格があるとは私には思えません。このような動き、外から見るだけではなく、日本政府や日本の政治家たちも経済と安全保障問題、そしてそれらの足かせとなっている表現の自由との絡みも含めて大いに議論して、もっと日本の安全性といったものを担保するような形へと法律を整備してほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。